ひょっとこチャンネルへようこそ。当チャンネルでは私の好きな作家、作品について紹介します。本動画は富江紹介シリーズです。シリーズでは漫画、富江の魅力、ストーリー、見どころを紹介します。また、当チャンネルでは伊藤潤二紹介シリーズを公開しています。未視聴の方は、まずそちらの動画の視聴をおすすめします。本動画は富江紹介シリーズの4本目、ストーリー紹介の3本目となります。内容はこちらです。それでは本編に入ります。第7話、富江、リベンジ。雪山で登山する谷村、浜口、土井の3人。彼らは崖の近くに裸の女性を発見する。死体かと思い近づく土井。その時、女性が動き出す。驚いた土井は崖から落ちてしまう。救助が必要だが、危険なため近寄れない。とりあえず、女性を助けることにした谷村、浜口。浜口は裸の彼女に自分の服を着せてやる。服を与えたせいで、浜口は裸同然となる。谷村は浜口を心配するのだが、彼は忠告を無視する。山小屋を目指して登山を続ける彼らは、やがて吹雪に巻き込まれる。見どころ1、吹雪の中の富江のわがまま。さすが、富江はこんな吹雪の状況でもわがままを言います。吹雪の中で歩けなくなった富江。そこで、浜口はパンツ一丁で、おぶさるんだ。さあ、富江にいいとこ見せてやろうと、ウキウキです。しかし、富江はそれを拒否、谷村におぶってほしいと言います。その後の、この浜口の恨み節もなかなかです。見どころに、ラスト。この話のラストなんですが、私はかなりゾッとしました。富江と谷村の2人は吹雪の中、山小屋にたどり着きます。そして、谷村は自分たちが登山をしていた理由を話し、富江は裸で山にいた理由を話します。2人の背景が説明されてからの緊張感のある展開が怖いです。さっきまでパンツ一丁の男がおぶさるんだとか言っていたとは思えない緊張感です。この話はストーリー設定や展開で怖がらせてきます。またラストシーンは富江シリーズで最強の一つでしょう。おまけ、この第7話は富江シリーズの中でも他の連載と少し時期が空いています。そのためか富江の顔の雰囲気が少し異なり、それが妙な色気を演出しています。富江は1986年から2000年に発表されました。単行本で読むと伊藤潤二さんの絵柄の変化が楽しめますね。特に富江の変化は楽しいです。色気が増していくように感じます。第8話、滝壺。舞台は山奥の小さな村。その村に怪しげなセールスマンがやってくる。そのセールスマンの売るものは奇妙な包み。彼の説明によると、それを畑に埋めて水を与えれば、可愛らしい女の子が生えてくるというのだ。寂しい村でも婿養子が来て、過疎化問題は解決されるのだという。値段は1個5万円。村人は怪しい彼を捕まえようとする。滝壺まで追い詰められた彼は、見逃してもらう代わりに商品を滝壺に捨てるのであった。しばらくすると、その滝で自ら命を絶つ者が相次ぐようになった。
見どころ1、セールスマン高木先生。このセールスマンは高木先生だと思われます。富江によって人生を狂わされた彼は何を企んでるんでしょうか。見どころに増殖する富江。皆さんお察しかと思いますが、高木先生の投げ捨てた肉片から富江が大量発生します。大量の富江が一斉に滝壺から上がってくるシーンは圧巻です。彼女たちは果たしてどこへ向かうのでしょうか。見どころ起承点。さて、本チャンネルの伊藤潤二紹介動画では、彼の作品には起承転結の結がないものもあることを紹介しました。伊藤潤二傑作集を頭から読み始めると、滝壺がそのタイプの話に遭遇する初めての機会かと思います。この話は唐突に終わります。私は最初読んだ時、ここで終わりと思いました。この余韻を楽しめるかどうかが、伊藤潤二作品を楽しめるかの試金石になりそうです。第9話、画家。主人公、森光雄、古典が大盛況になる人気の画家である。その古典に現れた富江、森は彼女の魅力に惹かれて話しかける。絵の感想を尋ねたが、彼女はモデルが気に入らない様子。ある日、森のアトリエに富江がやってくる。富江はモデルに対し、あることないこと並べ立てて怒らせる。これは古いモデルを追い出し、自分を新たなモデルにするためであった。森は富江の術中にはまり、彼女をモデルに絵を描き始める。かけども納得する絵はできず、森は次第に自信を失っていく。ある日、気晴らしにバーで飲んでいると、美大時代の同級生に出会う。何でも、彼らの同級生で彫刻家の岩田も、富江をモデルにしているというのだ。まさか、岩田は自分の邪魔をするために、富江をけしかけたのではないか。そう疑った森は、岩田のアトリエを訪ねるのだった。今作、画家は伊藤潤二さん自身お気に入りの作品らしいです。ストーリーが富江のキャラに頼りきっていないこと、絵もストーリーもホラー漫画らしいことがその理由だそうです。見どころ1、和太鼓のようなノック、彫刻家の岩田。私が笑っちゃったシーンです。岩田のアトリエを訪れる森。このドアの強打を見てください。和太鼓を叩いているかと思いました。そして、ドアのノックに反応し、やつれた岩田が登場します。少し、現代アートの村上隆に似ている気がします。見どころに、再生する富江。今作、最大の見せ場は再生する富江です。バラバラにされた富江の肉片の一つ一つが再生します。伊藤潤二さんの絵に圧倒されます。動画ではモザイクをかけての紹介になりますが、気になる方はぜひ漫画をチェックしてみてください。富江ストーリー紹介3本目は以上となります。当チャンネルでは富江紹介シリーズと伊藤潤二紹介シリーズを公開しています。興味がありましたらご視聴をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。